すみません。このお店の中で絶対買った方がっていうもんあったら教えてほしいんですけど、それとよかったら400円超えないぐらいのもんをお願いします。おはようさんです。こままるです。カルディの店員さんに聞いてきました。企画やってみとって聞いてきちゃいました。早速、おしさんと共有しよう思います。一つ目は、しいたけスナック、お礼しいたけです。製造元は中央食品さんです。このパッケージなんか見覚えありません？カルディのお店に行くと必ずそういや置いてあったな思うんですけど、おしさんはどうですか？低温フライしただけの素材そのままのしいたけです。おすすめしてくれた店員さん、女の人やったんやけど、これめっちゃ美味しいでって店員さん一押しのご利用しでした。見た目はこんな感じ。ほんとそのままのしいたけ。食感はガリボリ系？食べた食感はそこそこ硬いんやけど、噛み締めていくと少し柔らかく湿ってて、そこまで顎は疲れない食べ心地。味は塩味なんやけど、いい塩梅の塩味で、これ美味しい。ありかも。しいたけの匂い嫌いなんやけど、実はごま丸。でもそんなごま丸でも全くしいたけ臭くない。美味しく食べれる。お茶飲むと出汁が広がる。口いっぱいにおもろ。これ5、6個が限度なので、袋の大きさと価格を考えてもコスパかもしれない。満足感がある一方、罪悪感は何もないっていうの。体にもさほど悪くない気もして、しかも美味しいってな。2つ目は BSJ 福寸団の戦国フリーバイオマッコリお酒です。これ店員さん曰くカルディ以外でも買えるんやけど、カルディやと少し安く買えんねんて。カルディの価格は税込み344円で、カルディ以外やと税込み440円くらいなんやって。教えてくれた店員さんも理由は知らへんらしいねんけど、これは知っといて損はない思う。ほならば飲んでいきましょうか。このマッコリ微炭酸が入ってるから、激しく振らず優しく振って回旋してくださいね。吹きこぼれる恐れがあるので、汚しても大丈夫なところで回旋した方が思います。ほな、いただきます。甘い。行きたい？マッコリ自体はとろっという感じやなくて、シャバシャバしてます。炭酸もそこまで強くなくて、今常温で飲んでるんやけど、乳酸菌飲料の酸味がしてて比較的飲みやすい。甘い言うたけど甘すぎる感じでもないし、後味に苦味も少なくて、マッコリデビューとかにいいんとちゃうかな。冷やしたらもっと美味しく飲めるかも。ごま丸はどっちかってと常温で飲みたい派閥なので常温で飲んでしもうてるけど、おすすめは冷やしてらしいです。やっぱりアルコール度数は 5% で、本当言われなければお酒ってわからんかもしらへん。そのまま単体でも美味しいねんけど、こま丸はフリーバイオを牛乳で割るんが好きです。もっと飲みやすくなってカルピコみたいな感じになるん。おばばはシークワーサーと割るんが好きらしい。3つ目は冷凍食品2色の桜おはぎ。製造元は十勝大福本舗。もうさ、店員さんから教えてもらった時、食べたことないけど十勝大福本舗の和菓子って知ったら絶対美味しいってなった。十勝大福本舗はんはセブンイレブンとかでも販売してたりする製造元なんやけど、
あんこの美味しさに定評があるんよ。この定評をこままる調べなんやけど外れがないねん。十勝大福本舗飯の和菓子は。やからコンビニとかスーパーで売ってる和菓子買うときは必ず裏見て製造元販売元で買うようにしてるん。2色の桜おはぎ2個入りで税込み340円。やから単純計算で1個170円。十勝大福本舗飯の和菓子なら高くない思います。そんな期待を最大級詰め込みまして、見た目はこんな感じ。可愛らしいな。桜の塩漬けがどちらにもちょこんと乗ってて、目にも鮮やかで一足先にお花見できた気分やわ。白いおはぎが粒あんで、ピンク色のが桜あんで、もち米を包んどるおはぎさんです。ほならばいただきます。まず白いおはぎから。おいしい。道明寺のお米粒感が残ってて、その道明寺の中に桜の塩漬けの葉っぱが小さく混ぜ込んであるから上品な塩気と粒あんのアクセントが美味しい。これ好き。じゃあピンクの方。これは甘酸っぱい。桜あんという表記やけど味的には桜というか桜んぼみたいな甘酸っぱさがある。でも空にならなくてほっと力が抜けきるお味さんでお茶と合う。これ期間限定の数個限定らしいんで、食べたいおじさんは急いだ方がええかも。やっぱり十勝大福本舗の和菓子は外れがないな。どうやったおじさん。店員さんのおすすめ気になったものとかありましたか？おじさんのカルディおすすめとかもあったらこの動画の下のコメント欄に書いて教えてくれたら嬉しいです。ここまで見てくれてありがとう。また次の動画で会えたらええな。じゃあまたね。こままるでした。